お兄ちゃん、獲物は何にする？お兄ちゃんなかなかやるね。それぐらい本気になってくれないと遊べないから、イチは大歓迎だよ。健介様の立ち会いを見るの久しぶりなんですもん。頑張ってください、お頭。イチも頑張って。ありがとう、まこっちゃん。お姉ちゃん、お兄ちゃんってどれぐらい強いの？若菜とひな、ワンコの3人はこやつに負けた。麦穂も負けたが、あれはこやつの反則勝ちだな。美月には一発でのされおったが、まあ鬼柴田に勝てるものだとそうそうおらんからな。なかなか良き腕は持っていると思っておけ。へえ、なかなかやるね、お兄ちゃん。かしこまりました。頑張ってください、健介様。いいね、お兄ちゃん。いい闘気を持ってる。お市様、また強くなってる。本当にお強い。というか、多分私よりも強いよ、お市様。私の存在って一体。ああ、ダメだよコロちゃん。そこを考えたら悲しくなっちゃうから、考えたらダメ。考えない。私たちはきっと健介様のお役に立ってるから。立ってるよね、しのちゃん。はい、お二人は十分健介様に貢献していますよ。よかった。それにしても健介様もそれなりの力量をお持ちであるのに、ここまで押されるとは。お市様の力は本物なのでしょうね。子供の頃から美月とし合うことが日課であったからな。強くもなろう。お市様ってもしかして英才教育を受けた最強のお姫様なんじゃ。そうだよ、お市様ってすごいんだよ。あ、でもお頭にも頑張ってほしいし、負けてほしくないし、でもお市様にも頑張ってほしいし。しのちゃん、私どっちを応援したらいいの？お好きに。ああ、しのちゃんのいけず。まことよ、お市はまた強くなったようだが、どこで鍛錬をしているのだ？一応うちの磯野や遠藤が鍛錬の相手をしていますが、お姉様にお伝えするのもなんですが、実は市は鍛錬と称して鬼退治に精を出しているようでして、危ないからやめてくれって言ってるんですけど、聞いてくれないんです。お姉様からも何とか言ってやってくださいませんか？であるか。
きにさせい。でも危険ですよ。僕何度も言ってるんですけど。鬼に殺されるようならばそれまでのものということだ。それが嫌なら貴様が守ってやれ。それは全身全霊で守るつもりですけど。やりたいことを止めるのを我は好かんし、一も好かんだろう。織田の血だ。はあ、振り回されっぱなしの厄介な血ですね。確かにな。だが鬼を何度か退治しておる健介に対しこれほど優勢を得られているのだ。鬼相手でも大丈夫であろうよ。ちょーへへ、負けないもんね。鬼ちゃん、ちょっと激しすぎ。もう色仕掛けもダメなの？もう好き放題してくれちゃって。降参なんてしないもんね。抜かせ。織田の女は強気で一途で負けず嫌いなんだよ。それを待ってたよ。ちょやった勝ったまこっちゃん、お姉ちゃん勝ったよ。イチ勝てたよ。すごいよイチ、かっこいいよ、最高だよ。さすが僕の自慢のイチだよ。もっと褒めてもっと褒めて。イチの勝ちだよ。でもお兄ちゃんもなかなか強かったね。褒めてあげる。えへへ、いつでも受けて立つよ。最後に気を抜くからだ。お二人の戦いを見ていて、何と言いますか、私も己の技量を試してみたく。で、健介と立ち会いたいと？はい。
では準備をしますので少々お待ちを。どうしたのだあれは。では負けるなよ健介。当然だ。我の夫が連敗というのも我のメンツに関わってくるからな。嘘だ。頑張れ健介。勝利を願っているぞ。兄様、獲物はどうします？了解です。やった。それでは参りとうございます。では審判は僕が務めます。双方いざ尋常に勝負。これは何この刀は光ってる。そんな刀が光るなんてどういうこと？悪魔？なんで鬼が小谷城の中に？いいよ、落ち着いて。今は鬼の迎撃が先。クオン様とシノちゃんを守るよ。待ってくださいケンスケ様、これを。己の力量は分かっておりますから、ケンスケ様こそご武運を。くせ者である皆の者、出会え。赤尾、磯野、手配りせえ。一匹たりともこの城内に入れることまかりならん。待って、ケンスケ様、あれを見てください。あの鬼は足軽たちがつける桶ガードを着込んでいます。そしてその胸に見積もり木工の家紋だと。そんな、これは一体。
見積もり木工は朝倉の家紋なんです。その家紋が入ったものを鬼が着ているということは。わからん。金冠、どういうことか説明せい。私にも分かりません。あの鬼が朝倉の兵を食らい鎧を奪っただけなのか、それとも朝倉の人たちが鬼にされてしまったのか。どちらにせよ鬼は朝倉の方たちを襲い、そして鬼が勝ったのでしょう。つまり越前はもう。そんな。もし朝倉が鬼に攻め入られていたとしたら、同盟国である浅井にも知らせが来るはずだ。鬼が足軽の着ていたものを奪っただけだよ。きっとそうだ。まだわからんが、今はとにかく目の前にいる奴らを成敗するのが先決であるぞ。そう、そうですよね。じゃあイチも手伝うよお兄ちゃん。もちろん。エリカさんは行ける？いつでも行けます。そんな、僕だって武士です。お兄様たちと共に前に出て戦います。そういうこと。私たちが第一陣で時間を稼いでいるうちにまこっちゃんは家中をまとめて迎撃の指揮を取ってもらわないと。じゃあお兄ちゃん、エリカさん、お先に行くね。イチ。大丈夫、なんとかなるってば。妻に命を懸けさせて己は立場で動けないなんて、なんて情けないんだ僕は。オッケー。大将には大将の役目がある。お市の働き、しかと目に焼き付け次の大将を考えろ。でもお姉様。我も健介とエリカに任せる。鬼とは何かを見極めるために。ではクオン様は我らがお守りいたしましょう。ヒヨ、コロの2人は私の下知に従ってください。分かった。コロはクオン様の護衛です。私のことは放っておいてよいですから、とにかくクオン様の護衛を怪我一つさせてはいけません。もちろん。ヒヨは城内から槍と弓矢を調達してください。調達した武器を各院に配り防御体制を整えます。了解。誠様。ああ。豪の者以外はこの場に近寄らせないように。お三方の邪魔になります。他の者は周囲の警戒警護に専念させておいてください。しかしあれだけの数を3人でどうやって対処するというのだ。前だけを見ればそうでしょう。しかし我らは背中にも注意を払わなければなりません。背中って。目立つ動きで視線を固定、その隙に背後からなどは兵法の基本中の基本ですので。了解した。すぐにそうさせよう。磯の衆のみこの場に来させい。赤尾、海宝の衆は城の防衛に回れ。鬼が背中脇腹をついてくるのを何としても阻止せよと伝えい。士分、足軽問わず槍と弓で武装を、刀で鬼と対峙してはなりません。常に間合いを取り、必ず3人以上で鬼1匹と対峙するよう心がけてください。さすがであるぞシノ。健介様は私がこうやって動くことを望んでいらっしゃいますから、それに応えるのが武士の務め。武士の務めだけか。さてさて、どのようなお答えを返せばよいものやら。相手が主様では悩むところでございますね。もう答えておるようなものだぞ。だが貴様を健介に預けたのは正解だったな。今後もスケイ。健介様をという解釈で我を助けるのか。殿はなかなか私にとっては強敵でございますれば、手助けはしたくはありませんね。いい夜は好きにせい。御意です。
知恵をつけたのでしょう。ただの鬼よりも動き方に秩序が見えています。オダニにこういうのが来たの今日が初めてだよ。それで調子に乗ってオダニに来たのかな。生意気。朝倉と違って浅井の武者は鬼みたいなわけわからないやつらに負けるほどやわじゃないんだから。どうするの？私の祖国にいた悪魔と日の本の鬼にどれほどの差があるのか分かりませんが、しかし鬼との戦いは私の方が慣れている。切り札もあります。だからあの大きな鬼は私が何とかしましょう。2対4ぐらいなら1は平気だよ。へへ、先手取っちゃうけどいい？了解しました。お二人ともご武運を。はーい。分かって浅井のお城はイチが守るんだから。お兄ちゃんやる。危なかった。よし、あと1匹。
気なのはないよ。でもこいつらいつもの鬼と違ってなんか手強かったね。お兄ちゃん、あれエリカさんが。すごい綺麗な木だよね、お兄ちゃん。永遠にお眠りなさい。さようなら。大丈夫です。こちらも一段落しました。クオン様、シノちゃんほかみんな無事です。はい。そうですね。この鬼はやはり朝倉家の足軽のようです。見てください。殺された後鬼にされてしまったのか、それとも何らかの呪術により鬼にされてしまったか。鬼は死ねば消え失せるか。一体何を暗示しているというのだろうな。よい、貴様が守ってくれるのだろう。それならば安心だ。みんな大義であった。お姉ちゃんも無事でよかった。じゃあイチはまこっちゃんのところに戻るね。ふむ。どのように鬼となったのか、その経緯はわからないが、なんとも面倒なことだな。目の前で鬼の果てを見て何か感じることがあったのか。珍しく怒っておるな。そうだな、人を自在に鬼とするか。厄介だな。健介の言いたいこともわかる。だが変わらん。誠と一にしばし時間を稼いでもらう必要はある。だが錦の御旗を手に入れんことにはいずれ対抗できなくなるのは目に見えていると思わんか。大丈夫。越前からの鬼はこの浅井がしっかり抑えてご覧に入れますよ。だからお姉様はお姉様のお考えである天下布武に集中してください。浅井領内でも犠牲は増えよう。いいのか。天下国家のためならば、次の世の安寧に続くならば喜んで礎となりましょう。分かった。頼む誠、一。はい。小谷を守るのが浅井家当主である僕の役目。越前が異形の者の手に落ちたとしても機内への侵攻は僕たちが止めてみせますよ。イチもまこっちゃんと一緒に頑張るよ。けどお姉ちゃんもできるだけ早く助けに来てよ。ひとまず2月ほど時間を稼いでくれ。その間に公方を保護し機内を制圧して越前に侵攻する。たった2ヶ月でそのようなこと可能なのでしょうか。できるとは言えんが、やらねばならんことだ。
そうだな。ただ一つだけお願いしとう儀がございます。私を越前に行かせていただけませんか。この目で確かめたいのです。越前の様子を。ダメだ。そんな。貴様が詳しい事態を知れば一人で暴走する可能性がある。だから行かせられん。ですがクオン様。焦る気持ちはわかる。だが金冠よ、情報もなく準備も不足している状態で鬼を操る者と対峙し、貴様は勝てると思うておるのか。それは。今は情報を集め体制を整えることが先決。それ以外は匙と心得よ。それは分かっているのですが。今は何も考えるな。金冠一人で全てを背負えるほどこの世の断りも業もその未来も小さなものではないはずだ。わかりました。ですがお姉様、我らが命を張って偵察することはお止めにはならないでしょうね。前線に位置する浅井の当主が言うのならば我は止める理由を持たん。だがどうするのだ。小谷の武士の幾人かを忍ばせて探りを入れます。無事戻ってくる可能性は低いのではないか。おそらくは。ですがこの小谷を守るため、ひいては日の本を守るために命を懸けることは江北武士の誉れ。皆喜んで言ってくれるでしょう。きっと探ってご覧に入れます。頼む。磯野、赤尾、海宝を呼べ。すぐに軍議を行う。健介、ヒヨとコロの2人を借りたい。どうしましたお頭。我らは今しばらく小谷にとどまり周辺の状況を探ろうと思うが、その後2人には先駆けを頼みたい。なるほど。すぐに動くためには先に説明しておいた方がいいですもんね。でもクオン様、さすがに私たちだけでは説得力が薄いと思いますよ。であるか。ならば私が同行いたしましょう。弁舌にかけては多少の自信もありますれば。ご心配ありがたく。ですがクオン様のお言葉を借りれば、これはやらなければならないこと。大丈夫です。家中の皆様の意見を見事統一してご覧に入れましょう。健介様の御ためならば。健介、明日からしばし小谷周辺の探索を頼む。あまり時間は取れんな。誠が越前に放った草が戻ってくるのを待とう。情報が整い次第本国に戻り一気に動く。不備で動くなと伝える。そこまでちょとつはせん。あやつは頭が良い。放っておけ。まったくそういうことを言うから貴様のことは褒めんのだ。抜かしておれ。とにかく今は焦っても始まらん。英気を養っておくつもりだ。